여러분 안녕하세요。日本生まれ日本育ちの韓国人あみやんです。今日はですね、今年もついにやってきました。この季節が先日5月13日に韓国で発表された第57回ペクサン芸術大賞の受賞作品や俳優さんたちを一挙公開していきたいと思います。でまずは第1弾として受賞作品のみを紹介していきたいと思いますので、俳優さんたちの回はまた次回すぐ公開しようと思います。まず最初にペッサン芸術大賞って何ぞやということなんですけど、韓国のゴールデングローブ賞とも言われている総合芸術賞のことなんですね。で韓国にはいくつか授賞式があるんですけど、この賞は映画とテレビ両方を扱った唯一の総合芸術賞なので、みんなが一番受賞したいと思ってる賞なんですね。でここで審査対象になるのは地上波、ケーブル、ネットフリックス配信などを含む全てのドラマが対象になるので、ここで選ばれた作品は本当に面白いってことです。まさにカンドラファンにとっては絶対に見逃せない授賞式なんですよ。で、今年の授賞式はこんなご時世なので、レッドカーペットと登壇以外はマスク着用で感染対策バッチリな環境の中で行われました。で MC はタレントのシン・ドンヨプさんと元ミス A のスジさんが務めました。テレビ部門の審査対象には2020年の5月1日から2021年4月11日まで地上波総合編成チャンネル、ケーブル、OTT、ウェブで提供されたコンテンツで最低4部作、連作の場合は審査日基準で3分の1以上放送された作品だけが含まれます。ただ昨年の候補審査期間に排除された作品は今年の審査対象となります。なので、この審査対象を踏まえてここから作品を早速発表していきたいと思います。テレビドラマ部門脚本賞はキム・スジンさんが書いた怪物という作品です。この作品はシン・ハギュンさんと天才子役から大出世したヨージングさん主演で、マニャンで繰り広げられる怪物のような2人の男の物語を描く心理追跡スリラーなんですけど、事件の裏に隠された人間の多面性を追いかけていくドラマで、どんでん返しのストーリーが視聴者を釘付けにしました。他のノミネート作品はこちらです。一つずつサクッと紹介していきますね。まず最初にキム・ンジョンさんが書いた知ってることはあまりないけど家族です。これは誰よりも近い血縁関係でありながら、時には他人よりも複雑で微妙な関係でもある家族をテーマに、それぞれが抱える誤解や秘密をリアルに愉快に描いたホームドラマとなっております。そして2つ目のノミネート作品はイ・ジュンギさんとムン・チェウォンさん主演の悪の花、ユー・ジョンヒさんが書いてます。あらすじいきます。もしも14年間愛してた夫が連続殺人犯だったら、素性を隠し名前を変えた男と夫の過去を追求する刑事である妻のサスペンスラブストーリー。予告見ただけで面白そうですね。そして3つ目のノミネート作品、キム・スヒョンさんといろんな意味で話題のソイエジさん主演のサイコだけど大丈夫。あらすじいきます。愛を知らない人気童話作家コー・ムニョンと精神病棟で献身的に働きながら自閉スペクトラム症の兄と暮らすムンガンテの恋模様を描いた作品です。辛い思いを抱えて生きる2人が互いの心を癒していくというストーリーになってます。そして最後のノミネート作品はパク・ポゴムさんとパク・ソダムさんが主演の青春の記録です。これは育ちの違いや現実の壁に絶望せず、自らの夢と恋を成し遂げるために努力する若者の成長記録というストーリーになってます。で、私個人的には青春の記録は淡々とストーリーが進んでいく感じなので、めっちゃ面白かったっていう感じではなかったんですけど、サイコだけど大丈夫は本当に世界観と俳優陣たちの演技力が素晴らしくて、めっちゃ引き込まれましたね。で他の作品まだ日本に入ってきてないものもあるんですけど、早く見たいですね。続いてはテレビドラマ部門演出賞の発表です。この賞を受賞したのは先ほども紹介した悪の花という作品です。キム・チョルギュさんという方が演出を担当したんですけど、最後の瞬間まで緊張感を失わない展開とイ・ジュンギとムン・チェオンのメロも逃さない優れた演技力が高く評価されたそうです。他のノミネート作品はこちらになってます。さっき紹介したのとほぼ同じなんですけど、ヴィンセンツォが加わってますね。あらすじ簡単にいくと、
イタリアンマフィアの顧問ヴィンチェンツォ・カサノは韓国ソウルの地下に埋められた金塊を手に入れるために韓国に戻るんですが、金塊が眠る雑居ビルの住人たちを立ち退きさせようとする中で、悪事を行う大企業バベルとの法廷闘争に巻き込まれていくという話でございます。ちなみにこのヴィンチェンツォめっちゃ面白かったです。4話までちょっと若干眠たかったんですけど、そこはねソン・ジュンギさんの顔面偏差値の高さのおかげでなんとか食らいついていって、4話から見事にハマりましたね。そして最後にテレビドラマ部門作品賞の発表です。こちらは怪物が受賞しました。作品賞、脚本賞、男性最優秀演技賞と3冠を達成したということでですね、日本で放送されたら絶対マストで見るべき作品となっております。まあこれだけ話題になった作品なので Netflix とかにも入ってくるんじゃないかなと思います。スリルのあるストーリー性だけじゃなくて優れた演出、演技派俳優たちの怪物のような熱演が受賞につながったそうです。他のノミネート作品はこちらになってます。今まで出てるのに加えて人間レッスンが入ってますね。私これ見たんですけども、正直ちょっとあんまり好きじゃなかったかなっていうのが感想です。あらすじとしては高校生たちがお金のために売春斡旋や危険なことをしてしまうみたいな学園サスペンスなんですけど、周りのね男友達なんかは結構面白かったって言ってたので、内容が内容なだけに好き嫌いが分かれる作品なのかなとは思います。ただね、出演してた俳優さんたちの演技がとっても存在感があって印象的でした。こんな感じで今日はとりあえず第1弾として受賞作品だけをザザッと紹介していったんですけど、まだ日本でね放送されてないドラマも結構あるので、今後もぜひチェックしてみてください。次は俳優さんたちにスポットを当てて紹介していきたいと思います。では一旦アンニョン。